基本的に日本人は普通の会話で人の顔をじーっと見るのは失礼だし、怒っている時にすることだと考える人が多いようです。皆さん、こんにちは。日本語の先生の静香です。3月になって暖かくなりましたね。皆さんのところはどうですか？まだちょっと寒いですか？もう暑いですか？この前、学生がヨーロッパから日本に来たので、一緒に神社やフリーマーケットに行きました。会う前にメールをもらったんですが、そのメールで、日本はマスクをしている人が多いですね。もし自分がマスクをしなかったら、静香先生は嫌ですか？と聞かれました。このメールを読んで、私はびっくりしたし、確かにとも思いました。学生には、日本人はマスクをするのが好きなんです。特に今は花粉の季節ですから、ほとんどの日本人はアレルギーがあります。マナーというより、自分のためにマスクをつけているので気にしないでください。と返事をしました。花粉という字は、花の粉と書きます。粉はパウダーです。春と秋はいろいろな木や花から花粉が飛ぶので、みんなアレルギーが出るんです。これを花粉症と言って、毎年春になると目がかゆくなったり、ハクションくしゃみや鼻水が出たりします。だからみんなマスクをしたり薬を飲んだりします。私もそんなに大変じゃないですが、ちょっと花粉症があります。時々目薬をさしています。ちょっと話を戻しますね。私の学生はたくさんの日本人がマスクをしていることに驚いていました。コロナの時はアメリカやヨーロッパでもみんなマスクをしていたと思います。それは予防のためですね。予防は病気にならないように準備をすることです。食べるものに気をつけたり、1年に1回病院でチェックしたりします。日本ではコロナの前からインフルエンザの季節になったら予防のためにマスクをして、春になったら花粉を吸わないようにマスクをして、そういうことが当たり前でした。私も冬は必ずマスクをして会社に行っていました。マスクをすれば暖かいし、風邪もひきにくくなります。だから私や他の日本人にとってマスクをすることは普通のことだし、マスクをしている人を見ても、あの人大丈夫？と思うことはあまりありません。コロナの前でしたが、こんな話を聞いたことがあります。伊達マスクがやめられない人が日本にはまあまあいるんだそうです。伊達は飾りという意味です。英語でデコレーションです。つまり、伊達マスクというのは風邪じゃないし、花粉症じゃないし、予防のためでもないけど、顔を飾るためのマスクです。じゃあ、どうしてマスクで顔を飾るんでしょうか？実際は飾るというより、隠すためにマスクが必要なんだそうです。マスクをすれば顔の半分が隠れます。肌とか顔にコンプレックスがあって見せたくないときにマスクは便利です。私も化粧をしていないときにマスクをして顔を隠して会社に行ったことがあります。それから人と直接コミュニケーションを取るのが怖いから人と話すときはマスクをして壁を作るという人もいるらしいです。顔の半分が隠れたら
何を考えているか分かりにくくなります。そうやって自分の心を読まれないようにして自分の心を守っているんですね。伊達マスクは自分の顔を見られないようにする安心毛布のようなものです。さっき私は顔の半分が隠れたら何を考えているか分かりにくいと言いましたが、皆さんはどう思いますか？実はこれ、日本人と欧米人では考え方が全然違うと私は思っています。日本人は人の顔から心を読むときに目を見ます。目は口ほどに物を言うということわざがあるくらいです。口ほどに物を言うはつまり口と同じくらい話すということです。何も言わなくても目を見れば相手の考えていることがわかるという意味です。それくらい日本人は目を見て人の気持ちを推測します。反対に欧米人、つまりヨーロッパやアメリカの人たちは口から人の気持ちを考えることが多いそうです。目は口よりも大きくアクションができますから気持ちが伝わりやすくてコミュニケーションが取りやすいという考え方です。この違いは顔文字でもわかります。顔文字は絵文字と違ってドットとかハイフンとか記号を使って書かれた顔ですね。日本の顔文字はこんな感じで、英語で使う顔文字はこんな感じ。日本のは目のバリエーションがたくさんあるんですが、口はだいたいアンダーバーが使われています。英語のは目はだいたい同じ点々で、口が変わっているのがわかりますか？こういう小さいものからでも文化や考え方の違いがよくわかりますね。ところで私は日本人は目を見て人が何を考えているかを推測すると言いましたが、日本人は人の目を見るのが苦手ということも言わないといけません。皆さんも日本人はアイコンタクトをしないと聞いたことがあるかもしれません。欧米では相手の目を見るのは自信があるからで、目を見て話さないのは失礼だという考えがあると思います。日本でも仕事の面接やデートで好きな人と話すときは目を見て話しましょうというアドバイスがあります。でも基本的に日本人は普通の会話で人の顔をじーっと見るのは失礼だし怒っている時にすることだと考える人が多いようです。これは東京大学の研究です。日本人とフィンランド人を比べています。相手の顔がまっすぐ自分の正面にあるとき、日本人はフィンランド人よりも怖いと感じる人が多いということが分かったそうです。皆さん、どうですか？相手の顔が正面にあると緊張する。つまりテンションがあるのはフィンランド人も同じなんですが、それはそこにフォーカスするからで、怖いとは感じないそうです。反対に日本人の緊張は怖い、この人は怒っているという考えから来るそうです。では日本人と話すときにはどこを見ればいいんでしょうか？いろいろなマナーやテクニックの本を読むと大抵鼻を見ろと書かれています。目を見るのは相手も自分も緊張するけど顔を見ないのは失礼です。私から注意をしますけど、欧米人の皆さん、
人の目を見て話すことが普通、マナーの人たちは時々気をつけた方がいいかもしれません。なぜなら日本人は、この人は私の目を見て話してくれてる。こんなに目を見ているのは、この人は私が好きだからだ。と間違って考えてしまうかもしれません。日本人と友達になるときは、最初の距離がとても大切ですね。学生にマスクをしないと失礼ですかと聞かれたとき、私はびっくりしましたが、同時にこの人は若いのにそんな風に違う文化についていろいろ考えることができてすごいと思いました。国が違えば普通も違います。その違いを面白いと思えることが世界で友達を作るヒントになると私は思います。今日はマスクの話からマナーや文化の話をしましたが、皆さんの国にはどんなマナーがありますか？目を見るのは失礼ですか？マスクは変ですか？私が皆さんの国に行ったら気をつけないといけないことはありますか？ぜひ教えてください。それでは次のスタラジでお会いしましょう。またねー。